はい、どうも、アフリカ TV です。今日はですね、久しぶりなんですけど、5分間に1カ国紹介、チャドやりたいと思います。すみません、忘れてたわけじゃないんですけどね、ちょっとね、いろんなトークテーマがあったんで、ちょっと後回しになっちゃったんですけど、今日はね、チャド紹介したいと思います。チャドっていうね、国皆さんご存知ですかね。聞いたことないという方も多いんじゃないかと思うんですけど、正式名称はね、チャド共和国っていう名前なんですね。で、カメルーンのお隣さんなんですよ。カメルーンの上ですね。内陸国で、かなり厳しい自然環境ですね。かなり暑いですし、交通も発展してないというね、厳しい国なんで、今日はね、チャド紹介していきたいと思います。私はね、結構お隣さんなんで、すごい親近感あるんですけど、あんまりね、日本だと知名度はないと思いますね。1960年にね、フランスから独立してるんですね。アフリカの都市ですよ、いわゆる。なんで、公用語はフランス語ですよね、当然。カメルーンと同じですよね。独立タイミングも大体同じぐらいですし、フランスからの独立です。で、あと、フスハですね。標準アラビア語ですね。アラビア語の標準語みたいなやつ、公用語として認められてます。ただ、結構学校の授業とかで教えるのはフランス語だったりするんで、地域によると思いますけど、やっぱりフランス語の方が広く話されてるっていうイメージがあります。で、あとはですね、カメルーンもそうなんですけど、めちゃくちゃ現地語が多いんですね。カメルーンはほんと275個民族がいて、それと同じぐらい現地語があるって言われてるんですけど、チャドもね、なかなか負けてなくて、120ぐらいあるみたいです。で、チャドの人口なんですけど、1600万人ぐらいですね。2000万人には届かないぐらい。なんでカメルーンよりちょっと小さいぐらいですね。もっとちっちゃいイメージあったんですけど、調べてみると、意外と1600万人ぐらいいるみたいですね。私がオリンピック期間中にチャドのチームともいろいろ話したんですけど、やっぱね、教育があんまり良くないらしくてですね、そこをどうにかしたいみたいなこと言ってる人多かったんですけど、本当識字率も世界ほぼワーストの 22% なんですよね。はい、結構この識字率ランキングって変動が実は激しくてですね、チャドが行ったり来たりしてるんですけど、でも結構下の方ですね、ずっと。アフリカって案外 90% とかの国も多いんで、22% というのはかなり遅れてる方だと思います。で、首都はね、ンジャメナっていう都市で、しりとりの概念覆しそうな都市名なんですけど、から始まるんですね。で、ちょっとね、画像をね、この辺に出したいと思うんですけど、これ見ていただけばわかるんですけど、やっぱね、言い方あるんですけど、やっぱ発展遅れてますよね。全然発展してないですね、はっきり言って。首都でこれですからね、やっぱり一番の都市でこれなんで、やっぱりちょっと発達は遅れてるかなっていう印象ですね。はい、すいません。ちょっとね、後から補足なんですけど、こんな記事発見しまして、なんとね、この記事によると、2021年度、生活費が高い都市のランキングで、ンジャメナが15位にランクインしたということですね。東京はね、4位だったみたいですね。で、じゃあなんであんまり発展できないかっていうところにはね、やっぱり原因があるの。ブルンジとかの時にもね、お話ししたんですけど、やっぱり発展が遅れてくるっていう理由があるんですね。でやっぱね、チャドもね、いろいろかわいそうな国なんですよ。ちなみに皆さん、失敗国家っていうの用語知ってますかね。失敗国家ランキングみたいなのがあって、多分ね、英語から日本語に直訳したんだと思うんですけど、英語だと failed state って言って、フェイルした、要は失敗したステート、国家ですよね。なんでそのまま訳したんだと思うんですけど、はい、失敗国家っていう概念があって、これね、非常に不名誉なランキングなんですけど、チャドもね、結構上位にいるんですね。あんま上位にいるっていうのはいいことじゃないんです。国家の機能がそれだけ低下しているとか、あと軍事的な危機があるとか、国民の権利が尊重されてないとか、公共サービスが不足しているとかですね、外交能力の不足、政治能力の不足とか、そういう要は国家としてまだうまくいってないですよっていうランキングなんですね。で、本当ね、これ非常に不名誉なんですけど、チャドもね、7位ぐらいを常にうろうろしてるんですね。今は多分7位ですかね。やっぱね、これもね、理由があって、政治能力がやっぱ低いっていうところと、あと内戦、あと交通網が弱いっていうこの3点ですね、やっぱり。いや、道路なんてやっぱほとんど舗装されてないですし、政治もね、なかなか安定しないんですね。で、内戦がね、結構2000年代ぐらいまでね、ずっと内戦やってて、なんで、やっぱ本当に独立は早かったんですけど、国家として本当に自立し始めたのはやっぱ最近っていう考え方ですよね。で、ボコハラムってテロリストのグループがチャドにいたりとかして、ナイジェリアのグループなんですけど、チャドはもう本当にとばっちりですよね。そういうところでやっぱり発展が遅れちゃうっていうところがかわいそうなんですね。はい。で、ついでにちょっと経済の話しますと、いつも紹介した一人当たり GDP、PPP ですね。Purchasing Power Parity っていう指標なんですけど、これね、1945US ドルで世界169位ですね。で、いつも言うんですけど、日本はだいたい42,000US ドル、28位ぐらいなんですね。30位ぐらいですね、だいたい。なんで日本の20分の1ぐらいの、物価というかその生活のコストって考えればいいかなと思いますね。これね、毎回言ってるんですけど、本当にこれあくまで一人当たりの GDP の話なんで、高いからいいとか悪いとかじゃなくて、だいたい物価がこんぐらいかなってイメージがね、つけばいいかなと思います。なんで日本は42,000US ドルってことはだいたい450万円ぐらいですよね。なんで450万円あれば日本で十分生活ができるというような見方もできますし、チャ
ドだったら 1945US ドルなんで、20万円ぐらい握りしめていけば多分1年間は生活できますよねっていう、そういう考え方もできますね。まあね、ただ、そうは言ってもやっぱり経済は厳しいですよ。いいとか悪いとかじゃないですって言った直後に覆すようで申し訳ないですけど、チャドの場合はやっぱり経済良くないですね。はい。海がやっぱりないっていうのがあって、主な産業はやっぱこう農業とかね、畜産とかになりがちなんですけど、やっぱね、海がないんで、やっぱ輸出が厳しいんですよね。で、こう国際的に勝負できるほどの産品がやっぱ生まれにくいんですね。そうやって政治的な理由とかもあってですね。で、天候も厳しいんですよ。結構乾燥している地帯が多くて、その農業とか盛んなのも本当に一部の乾燥していない地域だけだったりとかするんで、やっぱね、そういう天候的な事情っていうのもかなりあります。近年だとですね、石油の輸出っていうのが始まってですね、輸出の実際 90% 近くが石油なんですね。なんで逆に言うと、原油価格に経済がめちゃくちゃ左右されちゃうんですよ。ようやく頼れる軸ができたのに、原油価格ってこう結構アップダウン激しいじゃないですか。これにもう完全に国の経済が左右されちゃうと。日本だったら例えば車とかね、資源がない分産業が育ってるんですけど、やっぱ資源に頼ってる効果っていうのはこういうリスクがあるんですね。ここまで聞いていただいてなかなか厳しい国だっていうところを感じていただければいいかなと思います。で、最後に宗教の話しておくと、カメルーンと非常に似ててですね、イスラム教とキリスト教はほぼほぼ半々っていう感じです。ただイスラム教の方がこう、広く分布してて、6割ぐらいを占めてるって感じですね。最後まとめなんですけど、いろいろ聞いていただいたんですけどね、正直ね、私これいいニュースを発見しようと思ったんですけど、いいニュースなかったですね、全然。フランスのニュースとかね、イギリスとかアメリカのニュース見ても、やっぱりね、チャドに関するニュースっていうのは貧困だとか、政治不安だとかテロとかね、やっぱそういうニュースばっかりで、なかなかね、やっぱりいいニュースがなかったですね。結構ボコハラムの被害も最近もまた多く出てるみたいですし、やっぱ気候も厳しいし、交通も悪いしみたいな。政治もね、不安定っつってね、こうちょっと盛り合わせっていうか、もう盛り合わせ取り越しフルコースみたいな国になっちゃってるわけですよ。逆に言うと伸びしろめちゃくちゃあるんですね。超えなきゃいけないハードルっていうのは超多いと思うんですけど、今後ね、30年後、例えばアフリカ TV2050 とかね、なった時に、また5分間に1カ国紹介、もう一回例えば30年後にやった時は全然違ってると思うんで、今でいう中国とかインドみたいなね、ポジションにもしかしたらなってるかもしれないんで、はい、ぜひね、そのあたり楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあそんな感じでまたお会いしましょう。アビアント。